はい、チップ。どうも失礼します。あら、二等車だったのね。ここ予約席じゃないわね。ええ。失礼するわ。どうぞ。眩しいわ。眩しいって言ったの。はい。これでいいですか？次はケルン駅に停車します。ケルンって言ったら大聖堂があったわね。聞こえないの？私は大聖堂が見たいの。あー、きれい。150ナノメートルあります。1284年の着工から完成まで600年以上かかっています。もういいわ。眩しいの。ああじゃないでしょ。私の荷物ですよ。ええ。私の荷物。まったく。冗談じゃありませんよ。どうかしたんですか？あなた、ここに私がベージュのバッグを置いたの知ってますね？さあ、私は。あれには乗車券だけでなくパスポートも財布も入っていたのですよ。そうおっしゃいましてもフラウ、困ったな。困っているのは私です。どちらまで行かれるんですか？バーゼルです。私と同じですね。とりあえず切符の分は立て替えときます。助かります。私の家に昔から伝わる宝石です。取っておきなさい。さっきの切符代ただというわけにはいきません。はあ。起きなさい、コブレンツよ。この町には昔の使用人がいます。その者にお金を借ります。そうですか。そりゃよかった。さあ、あなたも来るのよ。はあ？お忘れ？私はパスポートも財布も取られた哀れな老人です。しかし私はバーゼルまで。それに先ほど渡した宝石、あなたの出した切符代の何百倍すると思ってるの？よくできたイミテーションか。しつこいばあさんだな。そんなやつ知らないって言ってんだろ。そんなバカな、確かにここに。まったく興味の礼儀作法ときたら。もういいですよ。さあタクシーで駅まで行って。歩きましょう。贅沢はよくありません。レバークネーデルズッペにシュペッツル食べたいな。何をやってるの？早く。私追われてるの。え？
え？あ、大丈夫ですか？何の用ですか？大丈夫か？え？いや、レストランのメニュー見てたろ。もっとうまいドイツ料理の店教えてやろうと思ってね。はあ？ここの支払いあなたがするのですよ。はいはい。おかげさまで何百倍もする宝石を預かっていますからね。分かってるなら結構。本当になんて日だ。あなたとんだ被害妄想の年寄りに関わったと思ってるんじゃなくて？いえ。でも被害妄想なんかじゃないわ。私はずっと追われる生活をしてきたのよ。そう、私には追われるだけの理由がある。私の名はルイズ・フォン・ホーエンシュタウヘン。ボヘミアの由緒正しい貴族の家柄で、多くの山林を領地に持ち、何百年も豊かな生活を続けてきました。ナチスドイツの支配を受けていた戦時中ですら、私たちは繁栄し続けました。ナチスの催す豪華な舞踏会、将校たちとの遠乗り。あの頃私とてもモテたのよ。はあ。でも私の心を射止めたのはただ一人、ノイベルク家の領主ハインリッヒだけ。ところが1944年全てが変わってしまいました。ナチスを追ってソ連兵が来て、私たちの生活は一変したの。苦しい時だったわ。でも私たちは力を合わせてどうにか生き延びました。平民となった私は数ヶ月ぶりに恋人のハインリッヒに会いに行きました。でも彼はやつれ果て、まるで別人のようでした。政府への資産の提出を拒んで食料の配給を止められ、餓死寸前だったの。彼は私に言ったわ。ルイズ、この国は間違った方向に動いている。社会主義の名の下で腐敗し始めているんだ。私はもうダメだ。私の代わりにある場所に隠してある財産を西ドイツへ運んでくれ。その後彼とは会っていません。国家資産を持ち出した罪人として長くチェコ秘密警察 STB に追われ、さすらいの生活を送ってきたのです。ボヘミア、チェコの山林貴族。確かチェコでは。バーゼルバーディッシャ駅を出ました。あなたとの旅も終わりですね。ええ。バーゼルはフランス、ドイツ、スイス3つの国にまたがった町です。駅は2つあって、今のバーディッシャ駅がドイツ領、次の中央駅がスイス領。そこで前をご覧なさい。税関理がパスポートを調べてますけど。それが最後の難関だわ。難関？私はお金もパスポートも取られた老人。でも国境は越えたいの。さあどうしてくれるの？どうしてくれるって言ったって。何をする気？じゃんじゃん飲みましょう。さあ陽気に。はあ、うまい。
さあもう一杯。そうだ、歌行きましょ歌？う。ええ、ふるさとの歌がいいな。歌ってください。歌ね。森の木々が神のごとくささやくその調子その調子。ところ、人々のさざめきと温かい心、青く広がる。失礼、パスポートを拝見。はいはい、パスポートですね。何か申告するものはありますか？いえ、何も。どうも。こちらはお連れですか？いえ、社内で知り合ったんですが、スイスの方だと言ってました。まあいいか。名演技でしたね。もういいですよ。大作戦、我が懐かしの故郷。お別れですね。そうね。では私は友達と待ち合わせていますので、これでルイスさん、ごきげんよう。ごきげんようじゃないでしょ。あなたは旅費の何百倍もする宝石をもらいながら、まだ一言もお礼を言ってない。どういうつもりなの？あなたの方こそどういうつもりなんですか？嘘ばっかりついて。宝石は偽物。あなたの半世紀もおそらく名前すらデタラメでは。チェコでは早くから工業化が進み、あなたの言う山林貴族は20世紀初頭には存在しなくなっています。それに食堂車で歌っていた歌はザクセン民謡。あなたは生粋のドイツ人だ。最後まで喋るつもりはなかったんですが。それじゃ。お待ちなさい。いいわ。ボヘミアの話が嘘なら、もう一つザクセンの話をしましょうか。私の名はヘルミーナ・ベルフ。ザクセン南部のベルフ家の26代当主ルドルフの妻でした。ベルフ家はザクセン南部のランゲルザルツからメルスンゲンまでの広大な土地を持つ貴族だった。それが第二次大戦後の1945年、東西ドイツの国境線が領地の中に、それも館の前、庭の真ん中に引かれてしまったの。最初のうちは自由な行き来が許されたから安心していたわ。でもベルリンの壁ができると同時に警備が厳重になって、ある日を境に通行が認められなくなってしまったの。その日、運の悪いことに息子のまだ10歳だったオットーが東側に遊びに出かけてたの。そしてそのまま帰ってこなかったわ。夫のルドルフは西側政府を通じて何度も東側に掛け合ったけど答えはなかった。やがて東側政府はベルフ家の財産を狙って息子を軟禁したらしい。そんな噂を耳にしてルドルフはあの子を取り戻そうと東側に潜入したの。でも彼もそれっきり。10年の間待ったわ。待ったけど2人は帰ってこなかった。それで私は名前を偽って
密かに東ドイツに入り地下運動家と接触したの。なんですって？嘘よ。いや本当だ。気の毒だがベルフ公は亡くなった。政府がベルフ家の領土は半分に分かれたんだから、その財産も半分は東側に権利があると主張して、ベルフ家の財産が眠っているスイスフレール銀行の秘密口座の番号を教えろと迫ったのさ。しかしベルフ公は明かさなかった。最後までこの国は間違った方向に向かっていると訴えながら餓死された。彼からの遺言だ。そのスイスの銀行の金を東側の抵抗運動に使ってくれと。ただしヘルミーナさん、遺言通りにすればあんたは追われる身になるよ。構わないわ。それでオットーは？息子のオットーは？こっちで暮らしてるよ。元気に幸せに暮らしてるの？ああ、幸せなんだろうさ。この国ではね。ああ。それから私は西側に戻り、スイスの銀行からお金を下ろして東側の抵抗運動を組織したの。どう？お気に召したかしら、今度の話は。あなた、あの宝石は偽物だって言ったわね。だったらこの指輪をあげるわ。ずいぶん遅かったじゃないか。いやすまない。変わった人と知り合いになっちゃって。ああ、ビールください。できれば地元のやつを。なんだ変わった人って？自称貴族のおばあさんでね。これがまた話が実に上手なんだ。ついつい引き込まれちゃったんだよ。そのおばあさんって詐欺の常習犯じゃねえのか？かもられたのかキートン。まあそうかもしれないな。なんだ、その割には嬉しそうじゃないか。ああ、それでそのおばあさんからこんなものもらったんだ。まあイミテーションだろうけどね。どうかしたのか？いやそんなはずはない。何がそんなはずないだ？いや似てるんだよ。ついこの間ロイズの資料で見た石にザクセンブルーって言ってさ。ザクセン？ザクセンの森の緑を映すと言われる幻の名石なんだ。代々ザクセンの貴族ベルフ家に伝わる。ベルフ家？ベルフ家ってのはよ、東西分断にもろに巻き込まれた悲劇の一家なんだ。でさ、ザクセンブルーってのは代々そのベルフ家の跡継ぎに託される石だそうだ。あ？どうしたキートン？どこ行くんだ？この指輪をあげるわ。いやそんなつもりは。あなたは今時珍しい青年ね。礼儀正しくて本当に優しく、常に誇りを忘れない。あなたみたいな人を本当の貴族というのよ。さようならミスター・キートン。どうもありがとう。
コーンウォールの空の下、少年たちは草原を走っていた。時に争い、許し合い、友情を深めつつ、あれから数十年、彼らはまだ走り続けている。この先どれだけの時が過ぎゆこうとも走り続けるだろう。男は永遠に少年なのだから。次回チャーリー。